本日は、96式艦上戦闘機です。今回は銀塗装で行くんじゃなかったのか。ですから、この96式艦船の、銀塗装バージョンを作っていきたいと思います。キットの中身はこれだけです。小柄な機体なだけに少なめだな。金属のダイカストパーツがあったりしますけどね。早速コックピットの塗装です。青だけ色だな。青だけ色もメタリックですけど、塗装に困ったことは、あまりないですね。面積が限られるからな。それにこんな感じでモールドとか、造形が施されている箇所が多いというのもありますね。金属のパーツは、まずプライマーを塗り付けます。いきなりラッカーだと剥げやすくなるからね。乾燥後に目当ての色で塗装します。普通にプラに塗装するのと同じかな。そんなに変わりはしませんが、私は、感触が少し嫌ですね。食いつきを良くするせいなのか、妙にまとわりつく感触があるんですよね。使わないわけにいかないから、仕方ないね。操縦桿は、シルバー、艶消し黒、そして、カーキの3色で塗り分け。コックピット内壁は、ボックスなどを、艶消し黒やホワイトで塗り分けます。比較的細かな作業になるね。一応ルーペを使って視力を補助してます。今回の軽基板は、デカールを貼り付ける方式です。デカールが腐ってなくてよかったな。腐ってまではないですが、脆いです。気をつけないといけないですね。台紙から取り外したら、面相筆を使って、位置決めと水分の吸い取りを行います。コックピット内部の塗装が完了しました。全体のパーツが少なめだから、コックピットもシンプルだな。まあ、そうですよね。組み立てるとこんな感じです。複雑で高度な電子装備がないから、シンプルなのかな。後ろからのアングルだとこんな感じです。青だけ色は、灰色のコックピットに比べて、若干爽やかかな。健康志向ですかね。それでは、機体のパーツで挟み込んでやりましょう。パーツが小さめだから、それほど苦労はないね。そして、主翼の上面と下面を貼り合わせます。反りが合ってなさそうだね。形も若干合ってないので、困りものです。続いて、先ほどの主翼を機体に取り付けます。かなりきつめだな。隙間が生まれなくて良いとも言えますね。機種のパーツも問題児の一人です。形がだいぶ合ってないので、大きく埋め合わせないといけないです。最後は、水平尾翼の取り付けです。こいつもかなりきつめだな。さて、いよいよ、機体の塗装に入ります。でも、これは、シルバーじゃないじゃないか。まずは、下塗りです。半光沢のホワイトで、機体全体を塗装します。ホワイトがしっかり乾いたら、シルバーで塗装していきましょう。いよいよ、本題に入っていくな。なるべく塗面に凹凸が生じないよう、慎重に慎重を重ねての塗装です。結構サクサク進めているように見えるぞ。どちらかというと、筆に含ませる塗料を、ちょっと少なめに絞ってます。銀塗装、1回目の結果です。メタリック色といえども、ムラが残るのは仕方ないな。広い面を一発でムラなくというのは、なかなか難しそうですね。それでは、2回目の塗装です。翼の平面が厄介かな。平面は、確かに厄介です。その平面に、色々な構造物が絡むと、さらに厄介さが増すように思えます。筆を素直に運べなくなるってことだね。デコボコに引っかかると、そこに塗料の溜まりができたりするので、気をつけないといけません。まさに試練ってやつだな。2回目の塗装の結果です。だいぶ滑らかな銀色に見えてきました。このまま完成度を高められると良いな。クローズアップしてみると、筆が引っかかっている部分が見えてきます。これを、どれだけ克服できるかだな。筆の引っかかりを少なくするなら、もっともっと筆使いに気をつけないといけないな。今回の銀塗装は、いつもの倍、時間がかかってます。若い時の苦労は勝手でもしないとな。なんか、少し違う気がしますね。3回目の塗装の結果です。ちょっと銀色に重厚さが増してきましたかね。次で決めたいところだな。プラ板塗装でも4回でフィニッシュでしたからね。そういえば、尾翼のあたりにマスキングをしてるんだな。ここは、後で赤く塗装します。なんでも、不時着時に、
発見を楽にするための赤だそうですよ。そりゃ、無視するわけにはいかないな。4回目の塗装の結果です。完全にハケムラを消すのは、やはり至難ですね。塗り方の練習をもっと積まないといけないな。ツールも工夫した方がいいかもしれませんね。さて、尾翼の赤色です。こっちは、銀ほど気を使わなくていいな。赤色も手強い色ではあるんですけどね。3回ほどの塗り重ねで完了です。白の下塗りのおかげか発色も鮮やかだな。銀と赤の組み合わせも映えますね。本体塗装の次は、エンジンです。寿にが高い位置、だって。全体を焼き鉄色で塗ってから、配線やプッシュロッドを塗り分けましょう。排気管のパーツと組み合わせた上で、機種にエンジンを取り付けましょう。そして、エンジンをカウルで挟み込みます。合わせ目を消し込んだ後、艶消し黒で塗装します。これって、本体に取り付けて、工作する必要あったか、なかったかもしれません。本体の塗装が一通り終わったので、墨入れを行います。特に深いモールドが対象だな。浅いモールドについては、ミスターウェザリングカラーを使います。少し塗料を置いたら、モールドに塗料が若干残るよう、綿棒で拭き取っていきます。墨入れと汚しが終わったら、次はデカールの貼り付け作業です。余白をなるべく取り除いてやりましょう。切り出しが終わったら、貼り付けだな。指定の場所にデカールを配置したら、綿棒で水分を押し出して貼り付けましょう。航空灯の部分が破れちゃったな。いけるかなと思ったんですけどね、後で補修しておきましょう。機体にぐるっと巻きつける、帯のようなデカールは、要注意だな。ただの長方形を曲面に貼り付けるので、何も考えないと無理が生じます。何個かに切り離して貼り付けた方が、得策のようです。帯のデカールは、一通り貼り付け終わりました。峠は越えたってところかな。油断せず、最後まで貼り付けていきましょう。機体の作業が一通り終わったので、次は小物類の塗装です。ここら辺のパーツもまたメタルだな。はい、プライマーを塗り付けてから塗装です。これは、エンジンのクランクケース。これもまたメタルだな。随分と機種にメタルが使われてるけど、キット的に重心は大丈夫かな。ちょっと心配ですね。プロペラもメタルですからね。反面、折れる心配はしなくていいな。そうそう折ったりなんかしませんよ。たまに最初から折れてるのがあるじゃないか。保存状態が悪いと、確かにありますね。タイヤについては、まずホイールをシルバーで塗装して、タイヤの部分をタイヤブラックで塗装します。至って普通の工程だな。ちょっと違うのは、タイヤをスパッツで、挟み込む必要があるところですね。これは、タイヤをマスキングした方がいいだろうね。タイヤのパーツを後から差し込めるよう、改造するという作り方もあるらしいですね。パーツを壊しそうで怖いな。あとは、若干洋フックや、ビリンなどを塗装すれば、小物類の処置は完了です。小物の類は、これだけですね。随分と少ないな。まあ、もともと少なかったもんな。エンジンを先に取り付けた影響もありますね。さあ、それでは、最終工程の組み付けに取り掛かりましょうか。まずは、脚から取り付けましょう。第一に立てるようにしてやらないとな。そして、増装の取り付けです。世界に先駆けて利用してたみたいだな。続いて、クランクケースとプロペラです。パーツがメタル同士だから、瞬間接着剤で接着だな。そして、ラストがキャノピーです。くれぐれも透明部分に、接着剤をつけないように注意だな。96式艦上戦闘機、完成いたしました。シルバーと赤のコントラストが美しいな。デザインもさることながら、当時の世界水準を超える高性能だったそうです。彩色顕微ってやつだな。その高い性能を称賛して、まるで先進外国にいるようだ、と祝辞を贈られたそうです。第二次大戦初期までの航空優勢の始まりだったのかな。今回の目的だった銀塗装の結果はどうでしょうか。ウェザリングで若干ごまかしが入ってるな。ハケを機体の前後に動かした形跡は、なかなか消しきれるものではないですね。曲率の大きい胴体だと、
あまり目立たなくなりますね。やはり、いつも立ちふさがるのは、平面だな。今回、銀と赤の境界は、完全にマスキングした状態で塗装しましたが、バリは少なめに抑えられました。なんか工夫をしてるのか。塗料控えめ塗装の影響と、シルバーの塗面が弱めなのが要因かもしれませんね。今回の96式艦船もプロペラは回転いたします。結構、このポイントにこだわるな。しかし、残念なことにメタルパーツは重いので、息を吹きかけても回ってくれません。ああ、どうでもいいな。背面は、ご覧の通りです。なんとなく背面の方が綺麗に見えるな。上面を塗ってから背面に手をつけてるので、こなれてたのかもしれませんね。96式艦上戦闘機の銀塗装、個人的には、9大点は取れたと満足していますが、いかがでしたでしょうか？アメリカの爆撃機とか本格的なのが来るまでに、もう少し練習しておいた方がいいかもな。途中でも言いましたが、薄め機や筆などツール類も、工夫していった方がいいかもしれませんね。それでは、引き続き、筆塗りプラモ作成を、頑張っていきたいと思います。長い時間のご視聴ありがとうございました。また、いつも高評価、コメントいただく方、ありがとうございます。また、次回、よろしくお願いいたします。